ガレージキット2箱を作る第4話。前回、2箱の塗装、組み立てが完了しました。今回は、コンスク2箱の台座を作成し、完成させていきます。コンスク2箱の濡れ塗装を行っていきます。まずは、エナメルクリアを筆塗り、あまり気にせず、大まかに濡れているところを塗っていきます。塗り終えたら、エナメルシンナーを綿棒に含ませ、塗ったエナメルクリアを少しずつ拭き取っていきます。個人的には、ガイアノーツの速乾性がすぐ乾くので、拭いた結果がすぐわかるのでおすすめです。ツヤを残しつつ、少しずつクリアを除去していくことで、水着の下側が濡れた感じを出していきます。それっぽくなるまで何度かクリア筆、塗りと除去を繰り返していきます。塗れたら大きな水滴を作るため、加藤のウォーターシステムシリーズさざ波を使います。ただしこれだけでは少し粘度が高いので、アクリルシンナーを混ぜて柔らかくします。混ぜ始めはダマになりますが、混ぜ続けることで粘度が下がります。混ざりました。これを塗って少し大きめの水滴を表現します。ここは細い線を描きたかったので 0.2 ミリのシャーペンを使いました。さらに大きな水滴はフミナでも使ったアメリカンフラワーに使うグラスビーズを一粒取り、先ほど混ぜたさざ波を含ませて塗っていきます。完成した塗る塗装は動画の最後で紹介します。チャンネルはそのまま。では台座制作に入ります。2箱のロゴをトレース。それらしいフォントから285の数字を入れてデータを作りました。ロゴができたら CAD で切削データを作ります。今回は直径 180mm、厚み 30mm のアクリル円盤を準備しました。ここに先ほど作ったロゴを読み込んで削り出すデータを作っていきます。データの出来上がり。CAM モードで CNC の削り出しコードを生成します。毎回エンドミルを折ってしまうので、今回は慎重に。エンドミルの負荷が一定となるモードで軌跡を描きました。アクリルを削っていきます。印刷した紙を貼って位置決め合わせにします。
1決めができたら切削開始。円を描くようにアクリルを削り出していきます。はい、失敗しました。安定のフラグ回収。今回は、設定ミスとかではなく、部材を止める金具の固定が甘かっただけなので、完全に私のせいです。そんな世の中でいいのか。気を取り直して再度加工。今度はうまくいきました。裏面のロゴ加工ができたので、今度は表面の加工を行います。フュージョン360には、サーフェスのような、ポリゴン加工のようなフォームというモードがあるので、それを使って地面を作ります。平面にメッシュを切って、選択。それぞれの面を移動することができるので、地面っぽく形状を作り出します。なんとなく、シムシティ2000を思い出すのは私だけでしょうか。今回は、河原で遊ぶニパコというイメージでジオラマを作りたいと思うので、河原っぽくなるような形状にしていきます。形状が出来上がったので、作った面で形状をカットして、切削用のデータにします。これを CNC で削り出し、先ほどの失敗ロゴは、ここでなかったことになります。バレなきゃ犯罪じゃないんですよ。切削完了です。いや、裏面の切削で2時間、表面の切削で8時間もかかってしまった。ボールエンドミルを使っていますが、ピッチをそれほど細かくしなかったので、ハートがかなり残ってしまっています。残ったハートは、リューターで削って、平滑な面にしました。アクリル削り、完了です。
さて、台座を加色していきます。まずは、裏面のロゴに色を入れるため、透明樹脂を準備。ちょっと青色を入れましたが、少し薄すぎたので、追加でクリアブルーを入れていきます。これを、スポイトで先ほど切削したロゴに流し入れていきます。浮き上がってきた気泡は、ターボライターで軽く炙ってやると、綺麗に消えます。最後にはみ出してしまった透明樹脂を綿棒で拭ってやり、樹脂の効果を待ちます。ロゴに流し込んだ透明樹脂が硬化したので、表面の加色を進めます。削り出した面は、細かい傷で白くなっているので、クリアを吹いて透明度を復活。透明度が上がって、ロゴが見えるようになってきました。瓦を表現するため、ペットショップの熱帯魚売り場で売っていた青果石という石を使います。できれば、実際の瓦で拾いたかったんですが、近くに、それらしいところがないんですよね。これをレイアウトします。瓦の写真を見つつ、レイアウトしてみました。砂利もペットショップで買ってきました。これでも最小サイズなんですが、模型に使うにはちょっと多い。全面に砂利を敷き詰めてしまうと、せっかく削ったロゴが見えなくなってしまうので、石の間などに軽く巻いていきます。砂利を巻いたら、ボンド水で固定させます。
透明樹脂を流し込むため、PP テープを貼って目止めをします。ここに透明樹脂を流し込み、透明感を出したかったので、塗料は一切混ぜないものを流し込みました。透明樹脂が硬化する前に、鉄道模型用のターフを水草に見立てて、砂利の隙間などに埋め込みます。台座の加色、完成です。台座に2箱を設置します。固定用の軸を刺すための穴をピンバイスで開けていきます。2箱を固定したら、さらに透明樹脂を流し込んでいきます。軽く、つま先が水に浸かっているくらいの高さを狙って流し込みます。流し込み完了です。ちょっとこれだけでは寂しいので、ネットで購入したペットボトルと氷、たらいを準備しました。ドール用の小物部品のようですが、割と使えそうだったので購入。氷を流し込み、ペットボトルを差し込みます。最後に透明樹脂を流せば完成。これをちょっと寂しかった台座右側に配置して、より涼しさを演出してみました。台座に設置している足に水しぶきを作って、躍動感を少し追加したいと思います。加藤ウォーターシステムシリーズ大波小波を使いますが、これだけでは少し柔らかすぎるので、ここにエナメルシンナーを入れて混ぜ合わせると、このような感じに固まっているような、固まっていないようなものになります。
これを爪楊枝で少しずつ取り、水しぶきを表現してきます。水しぶき、出来上がりです。最後に、目止めの PP テープを剥がして完成。これでコンスクニパコは完成です。では完成写真をご覧ください。これでコンスクニパコは完成です。次回から白スケニパコを作っていきますよ。では今回はここまで。ご視聴いただきありがとうございました。